九州一周で一番印象に残っているのは何も手に入らなかった一日の話です。丸一日使って見つかったのは馬糞だけでした。それでも今、あの日のことが一番よく思い出されます。旅の途中、宮崎の南の端に都井岬という場所があることを知りました。野生の馬、岬馬がいると地図に書いてありました。岬馬の存在は最初は知りませんでした。旅の途中で地図を眺めていたら載っていて、馬を見たいなと思いました。九州一周を達成することが目的で、馬を見ることは最初から計画には入っていませんでした。でも現地で見つけて気持ちが動きました。今回の目的は九州一周だし、次回かな、今回はいいかなと思って一度は通り過ぎました。さすがにここで体力使うわけにはいかないなと。でもその夜、宿で考えていたら、やっぱり行きたいなという気持ちがどうしても消えませんでした。明日どこまで行くかは毎朝自分で決めていたので、明日の朝に気持ちが残っていたら、その時また考えようと思いました。翌朝起きても気持ちは変わりませんでした。やっぱり行きたかった。ただ葛藤がありました。九州一周の進行方向とは逆に、すでに入っていた鹿児島から宮崎まで戻ることになる。旅はまだ半分にも差し掛かっていない。ここでもし足を痛めたら、九州一周ができなくなるかもしれない。わざわざそこまでして馬を見に行く必要はあるのかと。それでも行くことにしたのは、頑張って行ったら馬に会えるという確信があったからだと思います。頑張った先にご褒美がある。そういう気持ちで上り坂を登っていました。天気はあまり良くありませんでした。雨がポツポツ降り始めていて、夏の暑さと湿度が重なって体力がどんどん削られていく。ようやく到着して自転車を置いて徒歩で丘を歩き回りました。馬糞はあちこちにありました。乾ききっていない。だから近くにいるはずなんです。でもどこにもいない。丘の上まで登ってもいない。どこを探しても一頭もいませんでした。想定していなかった結末でした。頑張って坂を登れば会えると思っていたので、ショックが大きかったです。帰り道、下り坂を走りながら、今日一日は何だったんだろうと思っていました。行かなきゃよかった。一日を返してほしい。そう思いながらペダルを回していました。なぜこの日が印象に残っているのか後で分かりました。馬の話を忘れていた頃、鹿児島を走っている途中で、道の駅でトカラ馬がいるという表示を見ました。偶然です。都井岬のことがあったので、また空振りになるかもしれないとは思いながらも、行ってみようと寄ってみることにしました。場所は開門山麓自然公園。開門岳のふもとにある公園です。ここでも坂道を登りました。そして登った先でついにトカラ馬を見ることができました。ああ、来てよかった。都井岬であれだけ悔しい思いをしたからこそ、あの感動は格別でした。馬糞しかなかったあの日があったから、トカラ馬を見た瞬間の喜びは比べ物にならなかった。もしあの時簡単に馬に会えていたら、トカラ馬を見ても、あ、馬だで終わっていた気がします。うまくいかなかった日が後になって効いてくることもある。そう思えた一日でした。
九州一周を終えたとき、よっしゃー達成したという達成感はあまり感じませんでした。どちらかというと、ああ、もう終わっちゃうんだという感じで、達成感というより道中の方が濃かったなと思います。旅の最初の方は3日目4日目に地図を開いたら、まだここまでしか進んでないのと絶望していました。でも途中から地図を遠くから見るのをやめました。今日一日の宿のところまで行くことを考えるようにしたら、気づいたら達成していました。私は今現在キャリアブレイク中で、今はあの旅の3日目4日目みたいな日もあります。先が見えなくてまだこんなところかと思う日です。でも全体としては都井岬への寄り道みたいな感覚に近いのかもしれません。本来のルートを外れているけど気持ちが動いているからそっちに来ている。まだ馬糞しか見つけていない状態かもしれません。でもこの空振りも何かの伏線なんだろうなと思っています。旅の詳細やもっと具体的なエピソードはノートに書いています。概要欄のリンクから読めます。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。